皆さんこんにちは。旅くるです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はなんと海外旅行編です。50代夫婦の私たち旅くる夫婦初のバリ島旅行です。まずは今回のバリ島旅行の概要を説明していきます。今回の旅行はガルーダ航空のビジネスクラス、マリオットの最高級ホテルに3泊、最初から最後まで日本語ガイドさん付きという贅沢旅行です。まずは今回の日程に関してですけども、3泊としました。初日はほぼ飛行機の移動、2日目はウブド観光、3日目は移動しながらの観光とショッピング、4日目はホテルでゆったり、最終日は機内泊という日程です。では詳しく見ていきます。まずは飛行機ですけども、往路は成田発バリ島直行便、ガルーダインドネシア航空のビジネスクラス、そして袋はジャカルタ経由の便を選びました。チケットはね ANA マイルを使ってガルーダインドネシア航空のビジネスクラスを3人分抑えることができました。ちなみに同じ時期の優勝航空券の場合、1名あたり約25万円ほどしましたので、やはりマイルの威力は絶大ということですね。続いてバリ島への入国ですけども、手続きがコロコロ変わりますので、YouTube 等で最新の情報を調べてから行くことをお勧めします。最新の入国手続きについてとてもわかりやすく解説してくれている YouTube チャンネルを説明欄に記載しておきますから参考にしてみてください。さて、バリ島に到着して空港で今回お世話になるツアーガイドのパスさんと待ち合わせをしました。日本のマグロ漁船に長い間乗っていたこともあって日本語はペラペラ、バリ島の正規のツアーガイド資格も持ってますので、観光の説明もめちゃくちゃわかりやすかったです。今回の3泊5日、初日のホテルの送迎から最終日の空港まで丸々お世話になって5万5千円でした。パスさんの連絡先は説明欄に記載しています。 LINE を使って気軽に連絡をできますからおすすめですよ。さて、ホテルについてですけども、観光のメインはウブドの予定でしたのでウブドに2泊、そして泊まりたかったセントレジスバリへ1泊することにしました。いずれもマリオットボンボイ系列のホテルでポイントを利用しての宿泊です。まず1泊目はウェスティンリゾート&スパウブド。初日はバリ島の到着が遅めで、おそらく夜8時を超えると思っていたので、まずは比較的ポイントの安いウェスティンを予約しました。こちらのホテルはウブドの中心部にあるので観光地へのアクセスもとてもいいんですよね。そして2泊目はバリ島最高級ホテルの一つ、マンダバリッツカールトンリザーブです。2015年に開業した世界で7つしかないと言われるリッツカールトンホテルの中でも最高峰のホテルです。こちらはマリオットポイント1泊13万4000ポイントでした。ちなみに同じ日の優勝予約の場合には約20万5700円でした。3泊目はこちらも高級ホテルで有名なセントレジス。場所がウブドではなくてビーチリゾートのヌサドワですんで、バリ島らしいイメージのホテルでした。こちらはマリオットポイント14万600ポイント、同じ日の優勝では14万6500円でした。最後に観光ですけども、初日はウブド観光を予定しました。世界遺産の一つであるティルタエンプル寺院、それからテガララン、ライステラス、この2つはぜひ行きたいと思っていたんですけども、こんな感じで行きたい観光地と優先順位を伝えておいてパスさんにお任せで回ってもらいました。翌日はウブドからセントレジスのあるヌサドワに向かいながら途中でこちらの希望の場所へ立ち寄ってもらいました。バリは渋滞がひどいのでなかなか観光もスムーズには行きにくいんですけども、実際の観光の様子はこの後動画でお見せしますのでぜひご覧ください。さて、ここまで予約をしてあとはワクワクで出発を待つだけという出発の前々日、ANA からこんな連絡がありました。ご予約便についての重要なお知らせ。
何々？オールウィンの時間が早くなったのかなとよく見てみると、なんと日にちもずれていました。帰国便はもちろんそのままですから、このままですと2泊4日になってしまいます。さすがに2泊では短すぎるということで、帰国便を後ろにずらせないか、ここから必死の交渉が始まりました。まずは ANA の特典航空券ですから、 ANA に電話すると、それはガルーダ航空の便なのでガルーダに連絡してくださいということで、すぐにガルーダに連絡しました。すると予想通り今度は ANA に連絡してくださいという返答。ここで引き下がるわけにはいかないので、 ANA からガルーダに連絡してくれと言われたということを話して、翌日の便に振り替えできないか粘り強く検討してもらったところ、ビジネスクラスが3席空いていました。いやー、ヒヤヒヤしましたけども、まずはなんとか飛行機の変更は完了です。そしてお次は、そう、ホテルです。どのホテルも1日後ろにずらせれば理想的なんですけども、結果的にはマンダパはずらすことができず、ウエスティンを2日、セントレジスを1日後ろへずらして、なんとか同じくポイントで予約ができました。そして最後にガイドのパスさんに日程変更の連絡です。幸いなことにパスさんも1日ずれても対応可能ということで助かりました。ということでとても焦りましたが、なんとか無事に出発できそうです。最終的に変更後の予定はこうなりました。今回の動画ではバリ島旅行の前編ということで、出発から1泊目のホテル、そして初日の観光の様子までをご覧いただきます。長めの動画ですが、最後までご覧いただけると嬉しいです。では、成田空港からスタートです。成田空港の第1ターミナルに来ました。今の時間は6時14分、早朝ですね。今回の飛行機は一番上にある8時半出発の GA881 電波サード行き。もともとね、前の日の、11時出発だったんですけども、翌日の8時半に変更になってかなりバタバタしたんですけども、なんとか無事に乗れそうです。ということで、ガルーダ航空のチェックインカウンターにやってきました。はい、今回のチケットですね。ガルーダインドネシア航空の、ビジネスクラスということで、それでラウンジですけども、ガルーダインドネシアのラウンジはないので、今回は、大韓航空の KL ラウンジですね。こちらを利用します。では出国しましょう。出国しました。まずは両替をしていきたいと思います。インドネシアの通貨はルピア。2026年4月のレートは1ルピア 0.0094 円。円に換算するときはおおよそルピアの100分の1と考えていいかなと思います。例えばこちらの10万ルピア札は日本円で1000円弱ですね。以下動画内では1ルピア 0.0094 円として換算します。ラウンジは大韓航空の KL ラウンジを利用できました。広さはそれほどではないんですが、おしゃれなラウンジですよね。滑走路もしっかりと見えてます。パンやお稲荷さん、おにぎりもありました。そしてフルーツ、スイーツやクッキーなど、さらに韓国の辛ラーメンもありました。ドリンクも充実しています。ソフトドリンクからコーヒー、生ビール、各種のお酒、そしてワイン。早速生ビールをいただきました。アサビです。乾杯。美味しい。搭乗前なんで軽めのフルーツとね、ヨーグルトで。ラウンジを出て搭乗ゲートにやってきました。
なんと今回はポケモンジェットでしたよ。さあいよいよ優先搭乗開始です。ビジネスクラスは左側の入り口から。どんな座席なのか、食事はどうなのか、ぜひご覧ください。あ、すごい、ポケモンシートじゃん。これはこれでちょっとテンション上がるね。今回のシートです。シートピッチはなんと188センチ。すごい。はしゃいでんのあ、フラットになる。お、すごいじゃん。ちょっと恥ずかしいんだけど戻そう。座席脇のボタンを押すと完全ではありませんが、ほぼフルフラットになりますので十分ですね。とても開放的で、そしてシート自体新しいんですよね。ポケモンのカバーも可愛いです。真ん中には仕切りがあって USB の充電アウトレットがありますね。今回の飛行機は A330 の300トン。ちょっとこう手前に引っ張って、でこんな感じでテーブルを出して、でテーブルは半分と、それから1枚ねできますね。で座席の上には最初からミネラルウォーターとアメニティのポーチが置いてありました。なんとねポルシェデザインというふうに書かれてます。なかなかねかっこいいデザインのポーチですよね。しっかりと仕切りがあって、これはデンタルセットなんで歯ブラシですね。それからイヤープラグ、耳栓ですね。こちらは靴下ですね。それからアイマスクと、あとは化粧品というかね、こういった何て読むんでしょう、パヨットっていうんでしょうかね、化粧品、リップとクリームですね。香水みたいな感じかな。なかなか充実したアメニティになってますね。モニターの大きさはねまああるんですけども、離れすぎててあまり見えない感じです。物広さはすごいですね。足伸ばしても届きません。めちゃくちゃ広いです。ブランケット、サンキュー。結構重いふかふかのブランケット、すごいなこれ。あとこちら靴入れみたいな感じになってて、スリッパがありました。ユニバーサルアウトレットというかね、かなりいろんなタイプの電源に対応できるような電源になってますね。下側にはしっかりとレッグレストもね用意されてます。こちらに、ヘッドホンがありました。リモコンはここにありますね。ウェルカムドリンクはシャンパン、マンゴージュース、オレンジジュースから選べます。座席は6割ぐらい埋まっていました。皆様おはようございます。本日もスカイチームメンバーガルーダインドネシア航空 GA881 便デンパサルバリ島行きエアバス A330 を300型機をご利用くださいまして誠にありがとうございます。Welcome on board Garuda Indonesia. In accordance with Civil Aviation Safety. 離陸後すぐにメニューが配られました。ドリンクメニューです。赤ワイン、白ワイン、シャンパン、その他のお酒。ビールはインドネシアのビンタンビールと日本のビールがありました。今回は昼便なのでランチメニューということで、世界の料理と和食から選べましたが、私が世界の料理、妻が和食をチョイスしました。その他に軽食としてインドネシア料理のサテ、サンドイッチ、チキンラーメン、フルーツ、シャーベットなどが用意されています。食事はとても充実してますよね。一人一人丁寧に料理の希望を確認してくれます。とにかく CA さんの気配りが素晴らしくて驚きました。まずは食事前のドリンクとおつまみ。
ビンタンビールいただいてみました。早速、早速現地のビールをいただきます。ちょっとねスパイシーな感じの豆ですね。シャルカリスラ、カリスラ。Try first. テイスティング。乾杯。ちょっとスパークリングっぽい感じで、すごいフルーティーで、甘さも控えめで美味しいです。離陸から1時間半ぐらい経ちましたけども、和食の前菜です。和食も美味しそうね。和食です。食事は前菜とメインを分けて運んでくれて、器もご覧の通りとても綺麗です。緑茶そばもありました。こちらは洋食の前菜です。チキンハニーマスタードソースのポテトサラダ。じゃじゃーん。珍しいみょうがのお寿司。酢でつけてる感じ。カレー味です。もうかまぼこみたいな感じ。生海苔入りの卵焼きだって。パンはね、固めのパンと普通のパンと。美味しい。空の上でお蕎麦を食べてます。和食のメインは目抜け立花揚げという凝ったお料理。お味噌汁もありました。洋食のメインは甜麺醤クリームソースのグリルチキン。甜麺醤は中国の甘味噌。デザートはオレンジソース添え紅茶ムース。ご飯もね、ふかふかなんだあ、よ。本当だ。美味しそうなご飯。ふかふか。ね。このね、ソースがね、すごい絡まる感じで。グリルチキンです。めっちゃ美味しい。ムースの部分はね、そんなに甘くないんですけど、真ん中にあるこのジャムみたいなオレンジソース、これが結構甘い。モニターですけども、ホーム画面にするとこんな感じになるんですが、ちょっとムービーをしてみます。ムービーはね、さすがに日本語のムービーはなさそうですね。なのでやっぱり自分でね、スマホにダウンロードとかして持ってきた方がいいかもしれません。はい、こちらがトイレですけども、トイレもね、広さ十分かなというふうに思います。こちらがお手洗いですね。それからちょっとしたアメニティといいますかね、ローションとかそういうものが用意されてます。こちらにもポケモンがいました。おー、すごい。チョコレートがすごい。いいね。ちょうど今半分をちょっと過ぎたあたりなんですけども、フルーツをいただきました。結構豪華なフルーツ盛り合わせですよね。すごいね。これドライアイスが敷いてあるんじゃない？ドライアイス。カチカチなんじゃない？カチカチやねん。めちゃくちゃうまい。さてが来ました。めちゃくちゃ美味しそうです。柔らかくてめちゃくちゃ美味しい。なんか野菜みたいなね。酢漬けみたいな感じ。ピクルスみたいな感じ。そうだね、美味しそう。結構辛いね。もう飛行機の中からインドネシア料理食べれていいね。あと1時間ぐらいなんですけども、最後にカップヌードル頼んでみました。でもね、結構しっかりとね、食器に入れてくれて、あとこれ多分チキンですかね。鶏のもも肉みたいな感じと、あと肉団子も入ってます。
ハモですので、データローミングをオンにするとね、モバイル通信がつながります。ありがとうございます。食事も一つ一つ素晴らしく、軽食も美味しくいただけて、 CA さんの気配りも行き届いていて、大満足のフライトでした。さあバリ島に到着しました。今回はバリ北ツアーさんという、ガイドさんにね、今回の旅程全体をお願いしてるので、今 LINE で連絡したらこちらで待ってますという写真が送られてきました。ビザオンアライバル、ネットで申請してる人はどっちに行くんだろう。今から申請する人は結構並んでるのかな。これすごい並んでます。僕らは E ビザなのでこちらから行きたいと思います。やっぱ EVOA でネットでやっておいたのが良かったですね。一瞬で終わっちゃいました。来たって感じね、来たって感じだね。結構蒸し暑いね。そうだね。日本ほどではないけど。あ、すげえ。ここにいっぱいいるわけだ。めちゃくちゃいっぱい待ってる。すごいね、いっぱい待ってるよ。この人かな。なんか手振ってる。手振ってる。すぐわかるんだね。あらかじめ僕らの写真を LINE で送ってたので、多分わかるんだと思います。あ、こんにちは。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。はい。すごい、こっちにもいっぱいいる。あ、よろしくお願いします。お願いします。忘れ物とかはないですか？大丈夫だと思います。すいません、一日ずれちゃって。いえ、それ大丈夫です、大丈夫です。よかった。まずはパスさんと出会えてほっと一安心。早速荷物を積んでもらって出発です。じゃあ行きましょう。お願いします。すみません、お名前はパス。パスさんね。でも日本語ペラペラですよね。いや、もともと前は日本のマグロ漁船乗ったことありました。8年ぐらいかな。2006年が初めて。日本はどこで？静岡県焼津。静岡県。焼津。めっちゃ大変でした。ですよね。まあ漁船は大変ですよね。もともと私バリクラブっていうツアー会社でツアーのガイドでやってて、で個人もやれるんですよ。ああ、そうなんですね。じゃあ今両方やってる感じですか？両方やってます。世界遺産のティルタウンプールの世界遺産のところとなんだっけ、ライステラス。そこはぜひ行きたいなと思ってて、ライステラスのペダララのところで、あとはまあできればウブドウ。まあ多分ウブドの観光はウブドに泊まるから、まあそんなに時間がかからないだと思うんですよ。ウブドに入りました。なんか何か持ってきてます。歩いてる人。これはね、なんていうせんべい。せんべい。サワラっていう魚からできたのせんべい。サワラね。そう。1時間ちょっとの距離を、渋滞がひどいので約2時間かけて到着です。森の中。雰囲気がすごいね。ね、すごい。Hello. Before we come inside, we have welcome ritual for you. So here we have 3 tattoo bracelets. So in Bali, we believe this is symbol for protection and good luck. If you don't mind, can we share with you? We put on your right hand. Welcome to our Wantilan. We call it here in Mandapa. すごい、この景色。 This is the lobby area. Yes. This is one of the highest point of the hotel.
And all the rest 一番 that 高い will と be こ。 down below. All the place from here. すげ This え is all the area of the す hotel. ごい。すごいこの景色これはすごい景色だね。すごいうわー、すごいねちょっと感動するね。感動するねSo this is our welcome drink. Yes. We made it from this leaf. ああ、この葉っぱから作ってんだって。 So we extract. 味は独特だけど美味しい。 So whenever you're ready, we will have the baggage ready. We'll escort you going for the check-in process. Yes. This? あ、日本人ですか。そうなんだ。はい、そうですね、すごい坂ですよ。ね、すごい。まあこのようにですね、アップダウンが激しいこともありですね、特にさらに夜はですね、ライトはあるんですけども、少し暗くなってしまうことからですね、お客様の移動に関してはバギーを推奨しております。チェックイン手続きはお部屋で行います。専属バトラーの方を紹介していただきました。でも慣れてないのでバトラーさんをうまく使うことはできませんでしたね。お部屋をご紹介する前にまずはホテルについて解説をします。マンダパ・リッツ・カールトン・リザーブの創業は2015年、世界で7つしかないリッツ・カールトンホテルの上位グレードリザーブを冠したホテルです。ホテルのコンセプトは心と体、そして魂がリラックスできる安らぎの聖域。35室のスイートと25室のプライベートビラからなる全60室は全てのお部屋がスイートルーム仕様。満喫するには1日ではとても足りないスピリチュアルでありかつラグジュアリー、オアシスのような空間になっています。こちらはフロントロビー。最も高い場所から見える景色はすべてマンダパの敷地。宿泊者は敷地内にあるプールやスパ、フィットネスジムなどを無料で利用できます。では敷地内を散策してみましょう。ほぼ中央にあるのはメインプール。周囲に芝とデッキを配した広いプールは奥がインフィニティプールのようになっています。プールの下は広いライステラスになっています。ここから見える景色はまさにバリの原風景ともいえる田園の景色です。少し歩いて奥に行くとキッズクラブ、さらに100年以上前に建てられた寺院が敷地内に残されています。ショップがありました。こじんまりとしたショップではバリの伝統工芸品や衣類など多彩な商品が売られています。エントランスから最も奥にあるこちらはマンダパスパ。スパにあるサウナ、スチームルーム、ジャクジー、ジムの利用は無料でさまざまなプログラムやアクティビティも用意されています。こちらではハーブティーやフルーツをいただきながらスパの待ち時間や休憩をすることができます。なんと床屋さんもありました。こちらはバイタリティプール。絶景を見ながらジャクジーに浸かり、プログラムなどを受けることができます。スチームサウナやドライサウナ、フィットネスジム、そしてヨガスタジオ。広大な敷地を生かしたたくさんの施設がありました。
では今回のお部屋をご紹介します。331号室リザーブスイートワンベッドルームのお部屋になります。鍵はこんな感じの木製のカードキーになっています。めちゃくちゃおしゃれになっていますよね。でこちらのお部屋はスイートルームということでリビングとベッドルームが分かれてるんですけども、まずはこちらがリビングルームということになります。いやこちらのお部屋もね高級感がすごいですね。もういかにもねバリ島の家具という感じになってますよね。こちらにはねおつまみがあるんですけども、米のお菓子でしょうかね、チップスですね。バナナのチップスって言ってましたけども、あとはミネラルウォーターは無料でなくなったら追加で補充しますよということでした。冷蔵庫にはソフトドリンクと、あとはビールとねスパークリングワインなんかが入ってますけども、ソフトドリンクについては無料でいただけるということでした。お茶やコーヒーのセットがありますけども、こちらに関してはね無料でいただけるということですね。こちらのコーヒーカップはマンダパのオリジナルのデザインみたいですね。ワインとかねジンとかそういったお酒もあったりとか、ナッツのねおつまみなんかもありますけども、この辺は全部有料ということみたいですね。そしてテーブルの上にはウェルカムフルーツということで、こちらはいただいても大丈夫ということですね。チョコレートですね。あとはこういったお菓子なんかもありました。あとはこちらはねサロンっていうんでしょうかね、バリ島の民族衣装みたいなもんでしょうかね。寺院なんかに行くときに、着ていってもいいですよということみたいです。シングルサイズのベッドが用意されてました。そしてこちらの重厚な扉の奥にはなんとバスルームがありました。このお風呂、何かこう王様でも入るようなそんな感じの湯船になっています。ブラインドといいますか、こちらを上げると外の景色を見ながらお風呂に入れるということになっているみたいです。今はね夜なのでちょっと見えませんので、これはまたね明日の朝見てみたいと思います。そしてなんと洗面がこちらと、それからこちらに2つ用意されてまして、ほぼ同様なね形の洗面になってますけども、このシンクすごいですよね。木製のシンクです。そしてミネラルウォーターがあって、こちらにはダイソンのドライヤーがありますね。これはシェービングキットということでひげ剃りですね。あとはデンタルキットですので歯ブラシでしょうかね、そういったものも用意されています。そしてこちら側にはガウンがかかってまして、扉を開けるとこれもすごいですね、シャワールームになってました。こちらにはしっかりとシャンプーも用意されています。そしてもう一つの扉を開けてみるとトイレなんですけども、しっかりとねウォシュレット付きのトイレとなっていますね。さあそしてこちらがベッドルームですね。こちらのお部屋もすごいですよね。全体の雰囲気、周りはねこう木目調になってて、大きな照明があって、そしてこの天井ですけどもなんか網目になってるんですよね。これはなんかいかにもこう東南アジアの伝統工芸のようなそんな感じの天井になっています。こちらのお部屋はワンベッドルームのスイートルームということで、ベッドルームはねこの一つでクイーンサイズベッドが2つ用意されてます。めちゃくちゃ寝心地よさそうですよね。あとはこちらはウォークインクローゼットということになってますけども、とても広いクローゼットで部屋着といいますかパジャマがかかってまして、あとはねこちらは虫除けのねセットみたいですね。麦わら帽子が2つと、それからバッグがあるんですけども、気に入ったら持って帰ってもらってもいいですよというふうに言っていました。お部屋で Wi-Fi が利用できます。通信速度は 29Mbps ですので、
まずまずかなというふうに思いますね。夜のベランダからの景色、暗いんですけどもなかなかいい景色になっています。そしてね、カエルの鳴き声は聞こえるんですけども、虫がね意外といないんですよね。夕食は4つあるレストランのうち最も特徴的なクブでいただくことにしました。こちらはアユン川沿いにあるレストランで、コクーンと言われる半個室の川沿いのダイニングが特徴です。コクーンは人気がありますので、希望の方は予約をすることをお勧めします。お元気ですか？はい。ありがとうございます。I'm like learning about the Japanese little bit. So before we are to the club, that we preparing already one of our best coupon table with a special decoration anyway. デコレーション Yes, してある。 please. お Congratulations. おすごいハートのデコレーションですすか。ごい。で、川が目の前に流れてるんでしょこれ。そうアユン川がね、ね。ああいうのはドリンクメニューですけど、シャンパンが320万インドネシアルピアだからだいたいね3万円近い、ボトルで3万円ぐらいで、グラスで7000円ぐらいしますね。結構するね。なかなかの値段です。グラスだったらね1000円2000円ぐらいのワインもありますね。ただボトルだと1万円は超えますね、大体ね。こっちがビールとかノンアルとか入ってるんですけども、ビールハイネケンが、12万ルピアなんで1000円ぐらいですかね。あとはね普通のカクテルなんかはやっぱり2000円とかそれぐらいしますね。ジュースは600円700円とかそれぐらいです。今回はこのビンタンビールで行ってみたいと思います。お疲れ様。はい、お疲れ様。生き返った感じ。8時間ぐらいのフライトで、そのまま車で2時間10時間ぐらい移動してきたね。年取ってきたらきついね。で、食事ですけども、なんかねロブスターとかピッグとかダックとかね、あとはビーンズ、それからフィッシュ、ビーフ、そういった感じになってますね。この辺がデザートですね、シトラスとかね。で、一品一品出てくるコースになってるということですね。こういう場所から来た食材なんだって。この不思議な味としか言いようがない。不思議な味だね。お刺身だって。これカナッペみたいな感じ。そう、上にポークが乗ってるの。面白い。美味しいよね。なんかお肉をこう絡めて食べるって感じだよね。This is gonna be the special. I'll just put it in the middle, right? 卵のコンフィだって。5種類の豆が入ってそう、るんだ。豆が5種類入ってる。これね、すごい体に良さそうな感じ。今回はね、一応ウェルダンにしてもらいました。ちょっとしっかり焼いてもらったね。そう、しっかりね。柔らかい。柔らかいね、美味しい。で、この温めてもらったパンをいただいて、デザートです。真ん中がシャーベットかな。真ん中シャーベット。これはさっぱりしてて、ね、さっぱりしてる。口当たりがいいです。うん。同じお花です。プルメリアかな。うんね、そうだね。スペシャルドリンク。酸味がっていうか酸っぱいね。今日のお料理はね、やっぱちょっと魚は今一つだったかな。
刺身が出たんだけど、刺身はちょっと生臭かったですかね。あとはね、それぞれ少なめのお料理で良かったんですけど、ちょっとね運ばれてくるのに時間がかかったのが難点でした。さあ朝のね景色ですけども、昨日の夜は見えなかったんですが、お部屋の中からねすごい景色が見えています。バスルームからも窓を全開にするとめちゃいい景色が見えています。ではちょっとテラスに出てみたいと思いますけども、こちらは3階のお部屋ですので、結構高いところからね景色が見えるんですけども、もうこのジャングルの景色なんかもうまさにね作ったようなテーマパークのような、そんな感じの景色になっています。テラスもかなり広いんですよね。こちらのねベッドルーム側からリビング側までテラスが広がっていて、向こうにはね隣の塔といいますか、見えていて、そしてこのねこっち側のちっちゃい屋根がいくつかあるんですけども、この辺りがねビラ島になってるみたいです。朝食はレストラン沢テラスで洋食中心のビュッフェです。雰囲気の良い会場からはアユン川をはじめとしたマンダバの景色が一望できます。座席を決めるとセッティングをしてもらいます。こちらは大物のコーナー、チキンの肉まん、シューマイ、フライドライス、フライドヌードル、野菜のソテー、魚の胡椒がけ、チキンソーセージ、ハッシュドポテト、ベーコン、ゆで卵、パンのコーナーです。クロワッサンやパンオーショコラなど出来たてのパンはとても美味しそうです。サラダバーには野菜の種類やドレッシングも豊富です。スティックサラダ、なんとお刺身がありました。わさびやガリもありますね。フルーツはどれも美味しいですよ。ドリンクもボトルに入っていて美味しそうです。こちらはヨーグルトとトッピング、ハムやスモークサーモン、各種のチーズ、バゲットやトースト、パン焼き器もありました。ライブキッチンコーナーです。オムレツとトッピング、こちらはパンケーキ、さらにヌードルコーナー、エッグベネディクトなどはアラカルトでいただけます。さてさて、おはようございます。お刺身取ってきたんでいただきます。おいしい。スモークサーモン乗っけて、やっぱ美味しいね。スモークサーモン、チャーハンみたいな感じのね。パラパラで美味しい。味付けもよろしいですよ。おー、すごい。トロトロだ。パンがついてないね、これは。そうだね、下にパンはなくて本当のエッグだけ。でも美味しい。グーグーグー、本当に美味しい。とろっとしてる卵が。ね、とろっとしてるね。ポーチドエッグもやっぱり中身がこんな感じでトロトロだね。
This one. This one? Yes. Okay. May I have it? This one? Chicken. And mushroom? Yes. おお、麺が出来上がりました。薄めの醤油味って感じですかね。これもなんかまた味が違う、さっきと。なんかちょっとコンソメの効いた感じのピリ辛の麺、スープって感じ。麺が良さそうだよね。稲庭うどんみたい。渋すぎるよね、稲庭うどんって。稲庭うどんなんだよ。すごいパリパリ。すごいね。すっごいパリパリ。すっごい柔らかい。そう、柔らかい。めちゃくちゃ柔らかい。とろけるようです。そう。本当に。こんな柔らかいの初めて。すごいふわふわで、上に乗ってるジャムも美味しい。どうでした？今日の朝食。真ん中の朝食。は大満足よ、もうこれは。ね。よかったね。よかったよかった。チェックアウトは12時だから。本当にもう時間かけてゆっくりゆっくり食べられる。そう。本当に贅沢を買ってるような感じだよね。美味しかったです。ではごちそうさまでした。お部屋でチェックアウトです。最後に出口のところで妻と娘が花の飾りをつけてもらいました。自然を利用したテーマパークのような景色、温かいホスピタリティと美味しい食事に大満足の宿泊でした。さて、バリ島初日の観光はウブドの世界遺産から始まります。まずはティルタウンプル寺院へ向かいます。朝の渋滞を抜けて寺院に到着です。まずは入場券の購入ですが、パスさんにお願いしました。ティルタ・ウンプル寺院は1000年以上の歴史を持つバリヒンドゥー教の聖地です。ティルタは聖水、聖なる水。聖なる水。で、エンプルは湧き水出ているっていう意味ですね。は沐浴しに来る人が多いんですよ。で、最近は外国人が多いんですね。前はほとんど地元たちの沐浴のためですね。で、私たちは陣入る前にそのサロンだとか布巻かないといけない。2012年ですね、世界遺産登録されました。で、なんでこの陣は世界遺産になったっていうのが、宿泊システムっていうのが伝統的な組織で、その組織は毎日お水正しく整理システムになります。畑とか田んぼとか整理システムですね、のコントロールです。でもサロンもサロンね。これは借りれるんですか？これは先皆さん入場料、払ってから無料です。これは無料です。やってくれて嬉しい。面白い。じゃあ誰か先に。宮殿。ダレナ宮殿というかインドネシアの一番最初の大統領、ソカルノ。レビグ人。レビグ人の宮殿みたいなんです。そうですか。そうなんだ。ここいろんな万病だとかなくすことができるから、外国人でも沐浴しに来る人が多いんですよ。なるほど。ああいう感じで。そう、ああいう感じでちゃんとそういう服を
なんていうんですかね、少しお金かかって、でそこで沐浴お金は払うんですか？そう所有服ですね。ローカーだとか用意するから、貴重品だとかその中で扱って、お祈りですね。でお祈りしてから中の方に沐浴します。分割りもんがあるんじゃないですか。それは割れてないもん。ちょっと違います。割れてない。割れてない。いいことだけ持ってきて集中してお祈り。山を切り開いてどうぞ神様のところに入ってくださいみたいな、そういう意味もあります。だからどこの寺院でも必ず割れてるもんと割れてないもんもあります。あるんですね。バリ語でチャンディブンタルですね。すごいね。すごい。ここは13蛇口があります。蛇口というか流れてるね。13蛇口があったので、ここの沐浴の意味はいろんな万病気だとかなくすことができます。でも男の人でもできます。ここ2つに分かれてる。すごいね。すごい顔ねバサバサやってる。であっち側あそこ一番聖なる水、一番っていうか、あそこはここはお祭りの時だけ使います。水あるもんね。一番節水のところ。あそこの真ん中は使えないんだって。魚泳いでる。大きい魚がいる。私は読めません。読めません。話はできるんですけど、バリ語はほとんどインドネシア語と全く違うから。やっぱり一番上だけが読みやすいですよ。ティルタアンプルで終わりです。下の方には。すごいね、彫刻がすごいね。すごいね。なるほどね。湧き水はこちらです。ポコポコしたところ。本当だ。湧いてますね。そう。ここはこの寺院のお坊さんしか入らないです。なるほど。力入れるわけだ。すごいね。あそこお坊さんしか座れないんです。なるほど。お坊さんが座って参拝者がこの辺り座ってでお祈りっていう。ここも面白いね。すごいね。すごい鯉がいっぱい。カエルかわいいね。カエルかわいい。カエル口からそうカエルは水が好きじゃないですか。これでもう出口この小さいもん出てくんだね。安い。1500円だって。続いて向かったのはテガラランライステラス。こちらは急斜面に作られたライステラスの美しい造形が特徴で、世界遺産の構成要素ではありませんが、映えるスポットとして、また景色を見ながら食事やブランコなどのアクティビティも人気です。ライステラスの、エチケット、一人様は25,000ルピア。ライステラスではまずはランチを食べることにしました。パスさんにお願いしてライステラスが見えるレストランを案内してもらいました。いや、すごい景色ですよね。この段々田んぼというかね、ライステラスっていうんですけども、これはね、ウブドにはここの場所しかないみたいなんですよね。バリ島の他の場所にはねあるみたいなんですけども、ウブドに関してはこの場所だけということで、こんな感じでレストランがねたくさん集まってるということみたいです。なんかね、下の方にはブランコがあるみたいなんで、ちょっと行けたら行ってみたいと思います。今回は梨チャンプルとミーゴレンとナシゴレンの牛肉バージョン。いや、すごいね。
美味しそう。美味しそう。いろいろ混じってんじゃないこれ。ビンタンビール。じゃあ乾杯。はい、乾杯。はい、乾杯。ナシゴレンは日本語で飯にあたるナシを炒めたインドネシア風の焼き飯です。美味しい。美味しそうだ。めっちゃ美味しい。あ、全然辛くない。辛口って言ってたけど。嬉しい。ガイド様々です。ねえ。そう、ナシゴレンとかミーゴレン食べたいって言ったらここに連れてきてくれたから。多分値段もそんな高くないと思うけどね。ナシチャンプルは白いご飯に複数のおかずを乗せたワンプレート料理です。これがおすすめっていうことで、バスさんのおすすめ。ナシチャンプル。ナシチャンプル。本当はこう混ぜてそう食べるらしいんだ。でもちょっとなんか一品ずつ付け合わせのやつを食べてみたい。これはね、なんか鶏肉っぽい感じの。あ、これはみょうが、あ、辛っ。これは辛っ。これがやっぱ混ぜた方がいいかも。1個ずつとかじゃなくて。さて、いくよ。美味しい。いろいろな味が入ってる。美味しい。ミーゴレンはミーを炒めたインドネシア風の焼きそばです。鶏肉、焼き鳥みたいな。あ、うまっ。味付けがめちゃくちゃ美味しい。日本の焼き鳥みたい。焼きそばみたいな感じ。ちょっと焼きそばよりもね乾いた感じだけど、でもやっぱ味付けがいいね。美味しい。全体になんかこれは結構これはやっぱ日本人の好みに合った味っぽいね。ライステラスに隣接したジャコーネココーヒーのお店にやってきました。入り口ではジャコーネコが出迎えてくれます。コーヒーの。あ、コーヒー豆？コーヒーの木。コーヒーの木。コーヒー。実まだなってないの。これ豆。これまだ熟してない。熟したらこれみたい。一番下の赤いがあるんじゃないですか。赤いの色。これ熟した。なるほど。熟した。これまだ熟してないです。ほとんど猫は鼻が強いから、ちゃんと熟したのお豆だけが食べる。赤いの熟したのお豆だけ、一番甘いの豆だけを食べて、で次うんちになるじゃないですか。まあ汚いなんですけど、それうんち出てからきれいに洗ってで干してロースタリっていうか、その後はスープにしてジャコネコーヒーになります。展示猫のジャコネコ。ジャコネコ。ジャコネコの。来た。あ、見たよほら。タヌキ。タヌキだ。タヌキ似てる。可愛いね。これはほとんどフン。そのこういう感じでフンで出てくるんだ。このフン、こういうフンが出てきて、で、天日干しをしてから、まだ豆じゃないですか。やってからここで潰しにして、潰ししてからあそこにきれいに細かく。ジャコーネココーヒーは試飲することもできます。これを一つだけでもいいです。これ一つとこれ全部出ます。これは無料。これだけが有料。おお、すごい。で、ここたくさんテスターが出てきて。Namanya udah ada di depan kapnya. Terima kasih. 書いてあるんだ。ここ書いてありますね。真ん中入ったジンジャーティー、スパイシーティーだとか、ロセラティー。おお、すごい。結構酸味強いね。酸味強くてすごく濃い味。濃厚だ。強い。すごいね。強い味。ジンジャーティー、黄色い。お薬みたい。甘いね。これが
レモングラスティー。レモングラスは聞いたことがあるね。レモングラスも美味しい。レモンの味がしてる。レモングラス美味しそうだよね。レモングラスはこれは間違いない感じね。最後はお約束のお土産屋さんです。ジャコウネココーヒーや紅茶がずらりと並んでいます。これも紅茶でしょ。 200g って書いてるから33万だティーパから。ックになってんのじゃないの？ティーパックじゃない。ああ、粉。これでもやっぱ3000円はちょっと高いかもね。これでね。こっち279万。そう、27,000ぐらい。これでうん。結構でかいもんね。すごいでかい。でも市場で2,000円ぐらい。2000円ぐらい。 2,000円ぐらい。さすがに高いね。高いね。2万いくらはちょっと。観光の締めにモンキーフォレストに寄れたかったんですけども、渋滞があまりにもひどく諦めて次のホテルに向かいました。ということでバリ島旅行の前編終了です。最後までご覧いただきありがとうございました。グレードアップしてる。大丈夫なのこれ？下見ないから私